はい、ようこそいらっしゃいました。心のサプリキモトークです。今日はね、ちょっと重たいテーマになって、いつかはこのテーマと向き合わないといけないなと思っていたんですけれども、自殺、自死について今日は取り上げます。実はね、僕ね、神職になる前、まだ会社員時代なんだけどね、十数年前になります。前の奥さんをね、私は自死で失ってるんですよ。心と体に難しい病気を持っていてね、彼女はね。それでね、子供を産むことができなかったんですよ。その飲んでる薬の副作用のせいで、子供を作ることができなくて、でそれでね、すごくね、自分自身のことを責めちゃってたんだね。で私がね、子供好きなのも知ってるわけ。それでね、私を解放しようと思ったのかね。遺書にね、そういったことが書いてあった。私に対する愛情がね、すごい書いてあったの。でもね、私と結婚してくれてありがとうってね。でも私と一緒にいるとあなたを不幸せにしてしまうからね。で私が死にたいって言うとあなたが止めるの分かってるから、だから私勝手に死んじゃうけどご迷惑かけてごめんねってことが書いてあったんだよね。まあね、そうした形で彼女はそうだね、僕の幸せを持って死んでいったんだけれども、そこが大間違いでね。私はね、彼女がいてくれれば何もいらなかった。心の底から奥さんを愛してたからね。その奥さんがいなくなっちゃったからね、私は生きる希望を失った。それで私はね、後を追って自殺をしようと思った。実際に首をくくったこともある。だからね、僕は自死遺族、ね、自殺で愛する人を失った人の苦しさも分かるし、人生に絶望して死を選んでしまう人の気持ちも分かる。このね、2つの立場を経験しているっていうのはなかなか珍しいと思うんだよね。だから僕は死のうとしたし、死にたいと思って、かつそれを実行したから、今僕がここに生きているというのは、これはね、結果でしかないんですよね。たまたま私は生き残ってしまったというだけ。生き残ってしまったっていうとね、あれだね、生き残ることができた。だからこうやって今みんなに対してメッセージを送ることができてるんだけれども、だから僕と、ね、自殺を完遂してしまった人たちとの差っていうのは、ただ単に結果そうなったかそうならなかったかだけなんだよね。だから語弊を恐れずに言うのであれば、私は自殺者の気持ちも分かる。ただ本当に自殺をされた方と僕との違いというのは、私には未来があったということなんだよね。その時点で人生が終わらなかったからこそ、その続きの物語を今見ることができている。でも自殺をしてしまうと、そこで物語は終わってしまうんだよね。その先にもしかしたらハッピーエンドが待っているかもしれないんだけれども、その可能性をその場で立ってしまうというのは、やはりね、少し残念な気がします。それは今幸せな人生を歩んでいる僕だからこそ言えるかもしれない。だからね、今悩みの中でそういった希望が見えなくなっているお友達、そういったお友達もね、その可能性があるんだよということは心のどこかに、今は信じることできないかもしれない。でも心のどこかにそれをね、掴んでいてほしいと思います。実際ね、僕の心の闇もえらい深かったよ。だって大事な人死んじゃっていないんだから。しかも自死で失ってるんだからね。そんな簡単な悩みじゃなかったよ。でも今幸せに人生を生きることができている、だから自分たちが一人ぼっちだなんていうふうに思わないでね。でまずね、皆さんね、死にたいと思ってるお友達がいるかもしれんけれども、それはね、それだけ君たちがね、追い込まれてるってことなんだよね。多分解決できないようないろんな悩み苦しみを抱えているんじゃないかなね。もしかしたら治らない病気、ね、命に関わるような病気で痛くて苦しくて、でも治療のめども立たないし、だったらもう自分自身の手でみたいなね、死ぬ時を自分で定めたいと思ってるような人もいるかもしれないし、返せないような莫大な借金を抱えてしまってね、もう人生に絶望しちゃってる人もいるかもしれないし、あとは愛する人を失っちゃったりとかね、あとは大失恋をしたりして人生の希望を失ったり、あとは人間関係とかそういったことで追い込まれてしまったり、家族関係とかね、他
他にもいろんな理由があるかもしれない。さまざまな理由で追い込まれて今生きるという希望が持てなくなってしまってるんだよね。ただそういった問題がね、もしなくて毎日幸せに生きていけたとしたらどう？本当はね、人間ってね、心の底から死にたいと思ってる人ってね、いないんだよ。ただ生きているのが苦しくて苦しくてたまらない、もうしんどくてたまらないというようなものすごい問題を抱えているお友達もいるんだよね。そういったお友達にとってこの死というものがね、甘くささやく瞬間というのがあるんだよね。だから問題はね、今死にたいと思っている君たちの心ではなくて、そう思わしめている背景にある問題、これが本当はね、取り組まなくちゃいけないところなんだよね。で、十数年前に愛する人を失って生きる希望を失っていた僕がね、今ね、すごくね、幸せな人生を歩んでいるんです。十数年経ってね、で3年前に今の奥さんと再婚をして、今ね、夫婦で、寝食をねして神様にお仕えをしつつ、人のね悩みなんかに寄り添うような生活をさせていただいてて、今ねすごくね人生が充実してるんです。だからね、もしタイムマシンがあってね、十数年前の私に会ってね、でお前ねこれから幸せになるよって言ってもね、多分その時の僕はねそんな言葉信じないと思う。それぐらい闇深かったからね。でもね、実際にこうして僕が今幸せになっているように、君たちのね人生というのもね可能性に満ちてるんだ。今は信じられないと思う。今は苦しいと思うよ。でもね、ちょっとそこだけね、ちょっと聞く耳持ってくれるかな。でよくね自殺を止めるような人の中にね、死ぬ勇気があれば何だってできるじゃないかとかね、そういうこと言う人いるけどね、何も分かってないよね。死ぬのに勇気なんていらないんだよね。生きていく方がよっぽど勇気いるし、ましてや生きたいなんて思ってないんだもんね。死ぬ気になれば何でもできるんじゃないかね。いやいや、そうじゃないよ。私たち別に生きたいと思ってない。この人生自体が苦しくて悲しくて生きづらいから、だから死にたいのであって、生きるなんてモチベーションないんだよね。なかなかねこういった視点を理解されるのってなかなか難しいと思う。でだからね、僕はね死にたい死にたいっていう悩みを抱えた人もねいっぱい来るんだけれども、私はね実はねあんまり止めないんですよ。止めないというのはなんでかっていうとね、生きながらえてほしいんだよ。生きていてほしいと思う。本当にもう動画を見てる君たちもそう、死なないで生きていてほしい。これはね僕の個人的な願望です。生きていてほしい、生きながらえてちょうだい。でもそれを言ってしまうとね、死んじゃダメだよとかね、死んだら周りの人に迷惑がかかるよとか、そういう義務的なもので自殺というものを封じてしまうと、それねパラシュートを奪っちゃうのと一緒なんだよね。今日一日生きるのが苦しい、もう今本当に生きているのが辛いという人たちにとっては、死のうと思えばいつでも死ねるんだということが最後の心の支えなんだよね。その自由すら奪われちゃうと、もう本当に生きているのが辛くなっちゃうでしょ。厳しくなっちゃうでしょ。だから僕は生きながらえてほしいからこそ自殺を止めない。じゃあ僕はどうしてるかって言ったら、死のうと思えばいつでも死ねるから、それがとりあえず今日なのか、今日すべきなのかどうか、そこだけ考えてちょうだい。でね、もし3日我慢できるんだったら3日後もう1回僕に会いに来てくれない？でね、もし自殺するんだったら骨拾ってあげるからって、最後に挨拶に来てね。でこういうふうな形でね、私は人の自殺を止められるとかね、そんなおこがましいこと思ってない。そんなにね君たちの悩みがね簡単なものだなんて思ってない。そんなに君たちの苦しみを低く見積もってないよ。きっと僕の想像もできないぐらい、かつての私以上の闇を知っているお友達もこの中にいるでしょ。だからね、自殺をするなよとかなんとかっていうね、なかなかそんなことを言う権利もないことは僕には分かってるよ。でもね生きていてほしいんだ。それでも生きていてほしい。だからね僕はね自殺は止めない。止めない代わりに、今日一日明日一日をいかにこう生きてもらえるかって、そこしかないんだよね。自殺を止める力はないから、なんとかそれをね1週間後、1週間伸ばせたら次は1週間って、この1週間1週間がしんどいんだよね。でそうした人たちの悩みに寄り添いながら、いつか
みんなの心の中にかすかに希望が見えてきてね、死ななくてもなんとかなるかなって思ってくれればね、それが一番ありがたいんだけども、今日はね、今死にたいと思っている君たちに対してこうしてメッセージを発信しています。だから今こういった難儀で苦しんでるよ、もうね本当に解決の手段がないよとかね、そういうふうに悩んでいるお友達がいたらメッセージください。書き込んでくれてもいいし、個人的なメッセージだから他の人に読まれたくないという人は概要欄に僕のメールアドレスが書いてあるから、そっちの方にねメールください。時間がかかっても必ず読むから、ね、で必ず読んだら返事が書けたら書くし、ね、あまりいっぱい来ていっぺんに書けなかったら動画の中でこうやって答えを出して、ね、答えを出すって言ったらおこがましいけれども、自分なりの考えをみんなにメッセージとしてね伝えさせてもらいたいと思います。だから今日はね、今自殺をしたい、自死をしたい、自ら命を絶ちたいと思っているお友達に対してメッセージを送りました。でこれからね、愛する人、大事な人を自殺で失ってしまった人たちに対してもメッセージを送るし、あとはお友達にそういう起死燃料を持っているお友達がいて、なんとか力になりたいと思っている、そういったお友達もいるかもしれない。そういったお友達に対するメッセージも発信していきます。だから僕はさまざまなる角度からね、自殺志願者としての角度、それから自死遺族としての角度、それからそういった悩みに寄り添っているお友達としての角度、いろんな角度からこの自死という問題をね今後取り上げていきたいと思います。今ねすごくねこれが大事なシーズンになってるんですよ。本当に今ねいろんなことでストレスを抱えてしまって、コロナウイルスのこともあるしね、仕事のこととかが軌道に乗らなくなったりとか、そういったことでね最近自殺をする方すごく増えてます。だからこれはね今しかないと思った。だからねそうした形で少しあまり気分がね明るくなるような動画ではないけれども、すごく大事な動画なので一緒に考えてみてもらいたいと思います。では今日は以上にします。じゃあまた次の動画で会いましょう。さよなら。